隣の家から音楽や声が聞こえます。にぎやかです。音楽や声を聞いたプラス自分の経験。パーティーだと思いました。隣の家でパーティーをしているようです。楽しそうだな。いいな。見る、聞く、触る、味わう、嗅ぐ。これらは五感と言います。プラス今までの経験、その場の状況から推量、判断したことを言いたいときに使います。接続は動詞の普通形プラスようだ。あ、事故？大きな音がしました。経験で知っています。この音は事故。事故がありました。普通形はあった。事故があったようです。いい匂いがします。経験で知っています。この匂いはカレー。カレーを作っています。普通形は作っている。カレーを作っているようです。カレーが食べたくなっちゃった。少し練習をしましょう。鼻水が出ます。頭が痛いです。体も痛いです。ようですを使って言いましょう。風邪をひいたようです。薬を飲んでゆっくり休んでくださいね。わあ、変な匂いがします。色もおかしいです。ようですを使って言いましょう。腐っているようです。食べちゃったよ。いつもより駅に人がたくさんいますね。ようですを使って言いましょう。いろいろな答えが考えられるね。例えば、電車が動いていないようです。困りましたね。うわあ、あのラーメン屋は人がたくさん並んでいますね。たくさん並んでいます。思いました。おいしいです。あの店のラーメンはおいしいようです。一形容詞の場合、接続は一形容詞の普通形プラスようだ。ラーメン食べたいなぁ。あの男の子はあの女の子を見て顔を赤くしていますね。顔を赤くしています。思いました。あの女の子が好き？あの男の子はあの女の子が好きなようです。な形容詞の場合、
接続はな形容詞の普通形プラスようだ。だをなにします。好きって言っちゃえばいいのにね。電気も消えているし、チャイムを押しても出てこないです。思いました。留守？田中さんは留守のようです。名詞の場合、接続は名詞の普通形プラスようだ。だをのにします。ごめん、私は悪い人じゃないよ。赤ちゃんが泣いていますね。どうしたんだと思う？ミルクが欲しいようです。はい、どうぞ。食べたくない顔をしている？この食べ物が嫌いなようです。あれ、できない。故障のようです。玄関の外で音がします。誰か来たようです。そうですとようですの違いを説明します。レストランの前に人が大勢並んでいます。このレストランの料理は美味しいようです。大勢並んでいるのを見たプラス、今までの経験から判断、推量。雑誌を見て、カレーが美味しいと知りました。それを誰かに伝えます。このレストランのカレーは美味しいそうです。見たり聞いたりした情報を他の人に伝える。レストランに入ってカレーを注文しました。そしてカレーを見て感じました。このレストランのカレーは美味しそうです。外見、様子からそう見えた、感じられた。よく使うので覚えてね。一緒に日本語を勉強しましょう。